山です。ユミです。今日はストレンジャーシングスアップサイドダウンのシーズン2をプレイしていきます。よこのチャンネルは今のところストレンジャーシングスアップサイドダウンの専門チャンネルとなっております。なってる。勝ってギネス乗ろう。ギネス乗るぞシーズン2の目的はウィルバイヤーズの救出、そしてゲートを閉めること。ゲームの流れ。プレイヤーには最初に5枚の数字の書かれたアクションカードが配られます。自身のターンでは以下の4つのステップを順に行います。移動。基本的に1マス進むことができます。ダスティンだけ基本の移動値が2です。アクションカードを消費すれば基本の移動値に追加して移動を行うことができます。移動はしなくても OK です。アクション。移動が終わった時点でキャラクターのいるロケーションに書かれたアクションのみが行えます。また、敵がいるロケーションに入った場合は即座に移動が終わり、行えるアクションは戦闘アクションのみになります。シーズン2の敵はデモドッグです。アクションを行うときは必ず最低1枚のアクションカードを場に出す必要があります。手札の補充。アクションカードが5枚になるまでデッキからアクションカードを引きます。もしデッキにアクションカードがなく手札が5枚にならない場合は捨て札になったアクションカードをシャッフルして再度デッキを作ります。その際、アクトトラックの11を1つ右にずらします。シーンカードの公開。シーンカードを公開してそこに書かれた処理を行います。大抵敵の襲撃など良くないことが起きます。シーンカードを引く枚数はアクトトラックの数字と使用したアクションカードのびっくりマークの数だけシーンカードを引きます。ただし、研究所のスタックが空いていたり、仲間カードのサム・オーウェンズを持っている場合は、その分びっくりマークの数は無視できます。アクトトラックの数は最低でもシーンカードを引かなくてはいけません。ボードの上半分がホーキンス、下半分がトンネルシステムです。レスキューウィルができるロケーションは1箇所のみです。プレイヤーはここに移動し、アクションを成功させることで1つずつスタックを減らしていきます。スタックが複数ある場合は、勝負するスタックを選択できます。すべてのスタックがなくなれば、ウィルの救出は完了。以降はクローズゲートのアクションが可能になります。スタックをなくすためには、アクション時に次のステップでスタックの数字と競わなくてはなりません。1、合計アクション値を決定します。合計アクション値とスタックの合計値を比較します。同じかそれ以上の場合、アクションは成功、スタックを捨ててアクションを解決します。それ未満の場合、アクションは失敗し解決できません。代わりに次のことを行います。アクション値とスタック値の差だけフィアを得ます。スタックをシャッフルし、ランダムに一つのトークンを除去する。スタックを伏せたまま元の位置に戻す。アクション値の勝負が必要なアクションは以下の通りです。こちらのアクションはアクション値の勝負はなく、アクションカードの値の分だけ実行することができます。クローズゲートアクションについて、レスキューウィルを達成した後にクローズゲートアクションを成功させることができればプレイヤーの勝利です。クローズゲートのアクションはレスキューウィルを達成してからでないと行うことができません。他のスタック値との勝負と計算方法が異なります。クローズゲートのスタック値、ボードにいるデモドッグの数、各バインズスタックにあるトークンの数、これらを足した数字とアクションカードの値を競わなくてはいけません。例えばこの状況だと、スタック値10、デモドッグ2体、スタ4枚なので16と競うことになります。恐怖が8つ溜まるとプレイヤーの敗北です。恐怖が8つ溜まる以外にも敗北する条件があります。アクションカードの山札がなくなった時、捨て札をリシャッフルして山札を作り直すのですが、その場合にアクトトラックの数字が上がります。アクトトラックが3の状態でリシャッフルが必要になった場合はプレイヤーの負けです。最後に勝利条件、敗北条件をまとめます。勝利条件、レスキューウィルのスタックをすべて空にした後、クローズゲートを成功させる。敗北条件、恐怖が8つ溜まった時、アクトトラックが3の時にリシャッフルの必要が発生した時。ね、きついのがね、なんかレスキューウィルとかはアイテムでプラス2とかあるけど、スタとかそのクローズゲートにはアイテムが何も適用されないのがちょっときつい。そうなんです。アイテムはシーズン1と共通のカードとなっております。アクションカードも共通で、シーンカードとあとお仲間カードはシーズン2用に新しくなってますので、ゲームの中で皆さんお楽しみください。私たちもう何回かこのシーズン2で遊んで敗北しておりますので、もうスターティングメンバーを前もって決めておりまして、まずダスティン。
基本移動値が2の強いキャラですね。しかも敵を通過して移動できるというスキルを持っています。次にホッパー。自分と同じロケーションにいるキャラクターが恐怖を受けた時に、その一部もしくは全部を受けることができる。フィアをもらうことができる。で、しかもホッパーちょっと長生きですね。ここがね、フィアトラックが右まで行くのに他のキャラよりも余裕があります。で、最後ナンシー。ターンの初めに1体の敵を1ロケーション動かすことができる。今回このデモドックがめちゃくちゃ増えるから、最大4まで結構新カード使って簡単に増えちゃうから、もうどかしてこじ開けていくしかないんじゃないかっていうね。邪魔なんだよね。そうなんだよ。っていうメンバーとなっております。完璧。完璧。今のところ完璧。ダスティンから始めていきましょうか。じゃあまず新カードを引きたくないから、そのためには絶対にラボをやらなきゃいけないという。そうだね。2マス移動できるダスティンがラボをやった方がいいよね。ラボやった方がいいね。今回アリーに恵まれてるんで、こいつがね。そうなんだよね。シーズン2で新しく増えたバウマンが前回のキャラハンです。ご存知でしょうか、キャラハン。このラボラトリーの底にあるスタックを1枚除去できるっていうね。これかなりラッキーだね。序盤に出てきて取りたいね。そうとりあえずダスティンが先にラボを1個削って、その後、2人にバウマンを拾ってもらったりとかして、まずスタートダッシュ決めていきましょう。いいかな。はい。じゃあまず移動をして、ダスティンが2ロケーション進めます。じゃあこの合計6のアクション値を使って、このラボラトリーの1のスタックに挑戦します。頼む。いきます。はい。マジかよ。怖い。後が怖い。後が嫌だ。オッケー。まあでも開きました。まあ、とりあえず。みんなその人にないよね。オッケー、2、1、1と見てまいりました。じゃあ新カード2枚で。はい、この順番でやっていきます。まずこちら。じゃん、オンザハント。すべてのデモドックを2ロケーション分、ダスティンの方に移動させる。1、2。うわ、来てる ?1、2。その数、フィアを受ける。2だね。2ダメージ。キャー !2 枚目いきます。じゃん、ザ・スパイ。デモドックが1ロケーション分自分へ移動。その後、いる数、違う、レスキューウィルスタックの数と同じだけフィア？そうですね。レスキューウィル？レスキューウィルスタックと同じ数だけ恐怖を獲得します。4ダメージ。やば。死ぬ。死ぬ。まあ、新カードはこれで終わりです。死ぬ？逆にギネス取れる？ポッパーのターンです。いや、もういいで。ホッパーが移動してナンシーと同じロケーションに来ました。なんで1とこのボーナスで2。そしてゲットアイテムプラス2なんで4枚アイテムカードを引いて中から1枚を選びます。こんなアイテムを引きました。絶対にレスキューウィル。絶対にレスキューウィルだね。はい。じゃあホッパーがこのアイテムをゲットします。プラス2レスキューウィル。強い。今回迅速にレスキューウィルをしないと本当に負けちゃうので、よかった。使わなかったアイテムカードはアクションデッキに混ぜます。でシャッフルします。じゃあ新カード1枚引きます。He likes it cold。もしレスキューウィルスロットのどこかにトークンが1つ以上ある場合、空いているレスキューウィルスロットに2つのトークンのスタックを作成します。やばい。次最大5食らうじゃん。ナンシーのターン。お隣にバフマンがいるんだよね。これ最初に欲しいよね。欲しい。移動させて、ここのスタックと勝負します。3ね、最大8ね、1人ね。いくつでいくかな ?5 は攻めすぎだよね。7でいきますか？よし、いきますよ。ヘイ！危ねー！ナイス！私を止めてくれてありがとう。ゲット。ボケちまう。じゃあこちらのアリーカードが次です。ボブ！欲しい。いいじゃん。シーズン2から登場しましたボブニュービーです。ボブはボブのカードをここから取り除くことで2体のデモドックを最大でボードから除去できるっていうキャラクターです。いよいよ。1回しか使えないいいカードですね。ボブが
ここで死んじゃう前に仲間にしないと。そうだよ。うちらにめっちゃ余裕があればね、ボブが生き延びる世界線があるというのに。シーンカードを1枚引きます。はい、こちら。マインドフレイヤーインフルエンス。レスキューウィルスタックのいずれか1つにトークンを1つ追加します。もし6つすべてのスロットが空の場合は何も起こりません。スタックが上が見えてるやつに追加する場合はそこに、見えてないとこに追加する場合は上にらしいです。ここ最大で4つまでしか追加できない。いや3つなんで、まあどこでもだね。2枚のとこやばい。じゃあそこ、合ってます。ひえきつ。すべて3スタックになっちゃった。2ラウンド目。回復しなきゃしょうがないから。で、見て、こちらのボード。回復アクションできるのが1箇所になりました。で、シーズン1はね、もう何箇所かあったと思うんだけど、駆け込み狙になりそうだね、最後の方でここに。じゃあ移動をお願いします。はい、そちらに行って、アクション値5を使ってカームダウン、休憩します。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。で、シーンカード1枚引きます。こちら。じゃーん。ラッシングバインズ。3つのスタックにある公開されているすべてのトークンの数だけ各キャラクターは恐怖を1つずつ受けます。セーフ？公開されてないのでセーフ！ナイス！ラッキー！こういうラッキーが続くことが大事。続かないと無理。そうだよ。運が良くないと勝てません。よっしゃ。じゃあ、ホッパー。はい、移動してレスキューウィル。7とプラス2レスキューウィルのアイテムを使って9のアクション値でこちらのスタックと勝負です。いきます。おおまずい。結果論ね、でもまあ確かにまずいよ。これ怖いよ。アクションカード補充ね。怖すぎる。5眠ってるよ。やばい、後輩やばいよこれ。シーンカード引きます。こちら。非ライツスイットコールド。もしレスキューウィルスロットのどこかにトークンが1つ以上ある場合、空いているレスキューウィルスロットに2つのトークンのスタックを作成します。ギャー。2つのトークンを取ってレスキューウィルスロットに置いてください。減らないね。あれ増えてる。ゆいちゃんが空調を調整してる間に増えちゃった。ナンシーはまずバウマー。大事大事。みんな声出してくよ。忘れないで。じゃあ5の下取りますね。これを見ないで取り除きます。レスキューウィルやるか、アイテム取るか、ボブ取るか。ボブもあり。誰かが取らなきゃボブが死んじゃうかもしれないしね。そうなんだよね。ボブ絶対に使いたいんだよな。ホッパーのとこ行ってレスキューウィルもありかもなって思っちゃったな。スタック2つのやつあるしね。確かにね。でもボブね、死んじゃう。何が出たら死んじゃうんだっけ？ハンティングパック。そうそう、ハンティングパックっていうシーンカードが出たら、今、スクールにいるボブがいなくなってしまう可能性が高いです。気持ちが、ボブ55、レスキューウィル45。ボブ行こう、じゃあ。ボブ助けよう。6ボブかな。アクション値6を使って、ボブニュービーのリクルートアリーに挑戦します。行くぜ。ちょっとさ、気になっててさ、こっちでもいい？いいよ、ごめんね。ちょっと気になっちゃう。移動しました。さあ、行きます。大事な。これが、6以下だったらボブニュービーゲット。いきますよ。3、6で8だから、まずナンシーが2フィアを受けます。ボブ、お前強いんか。お前が持ってたんか。で、このスタックのトークンをぐるぐると混ぜて、1枚除去します。最大5ね。最大5。舐めてた。舐めてたね、ボブを。で、新カード1枚引きます。こちら、じゃーん。ザ・スパイ。すべてのデモドッグをそれぞれ1ロケーション分自分の方向へ移動させます。大丈夫かも。大丈夫なのかも。セーフ。で、その後自分のロケーションにデモドッグがいる場合、レスキューウィルスタックの数と同じだけ恐怖を獲得します。大丈夫ね。
進んでないよ。すべてのバウマンに 100% 全振りしちゃった。勝てちゃう。勝てちゃうんじゃないのこれ。